にちは。今回はグノーシア第13話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。いいところでエンディング変わんなかった。もう終盤みたいな展開だ。まだ2クール目始まったばかりだぞ。年明けてストーリーが一気に進んだな。しかしすっかり人狼ゲームそっちのけになってしまったな。もう人狼がどうこうっていうフェーズは終わったってことなんかね。待ち焦がれてた節ルートやっと来ました。いや、なんかあっさり終わったような。もう1回あるんですよね。せっちゃん可愛いけど原作の少し豚骨っぽいところはやや抑え気味っすね。でも好き。まさか乙女フィッシングの瞬間の節の屈託のない笑顔がしっかり再現されてるとは。2回目も釣り上げて口の中が血だらけってのがなかったのがちと残念。有利って意外なところでルール虫の大胆なことする。そしてそれに救われてる節にほっこり。節が可愛いからの物語の謎に迫っていく構成で、日常会で終わらず前に進んでる感があるのも良かった。他のキャラにはそうでもない有利が反の説の着替えには照れてるのが可愛い。そしていよいよ物語の対局が動き出しそうな予感にドキドキ。ここに来てレムナント S q の関係やククルシカともつながってきたね。でその背後にいたと思われるのが今まで深掘りのなかったユリコか。アニメだと若干影薄くなりかけてた節の相棒感がマシマシになる最高の回だった。原作でもここの節の表情めちゃくちゃ笑顔なんだよな。乙女も生物の本能に逆らえず、しかも笑顔。もう付き合っちゃえよ。いや、花田先生のアニメ用の構成すげえうまいわ。釣りと映画どっちやるのかと思ったら両方やるのには恐れ入った。今回見るとジョナスに盗聴器仕掛けてた説って多分相当疲れてたんだろうなって気がする。年金に乗じて格納庫勝手に開けるのは相当手詰まりだった感ある。数百もループしてるのにそれしか情報溜まってないのか。節はギャルゲー苦手だな。犯には無理ゲーすぎる。せっちゃんそれぞれの世界線に真剣に向き合ってるゆえに自分本位なムーブができなくてすり減ってる感出ててよかったよ。それはそれとして真面目な性格と狂言回しが多いゆえに突起事項集めに難儀してるのはかわいそう。今週のビーパーとなんかすごくイベント探しながら流し周回する原作プレイ時っぽい感じだった。グノーシアだと眼球が赤いけどこれは逆だな。ゆり子様が見当外れって言って笑ってたの完全にキプレイ勢が初見の推理を聞いてニコニコするやつじゃん。ユーリとユリコって名前似てね。ユリコの部屋訪ねるシーンであれやる気かと思ったけどさすがになかったね。掃除機はしっかりあって原作プレイヤーだけニヤニヤするやつだった。ねえ今日人狼ゲームしてなか。原作でもそうなるから。人狼ゲームは今回は重要じゃないからとりあえず重道とラキオで。笑顔で手を挙げた瞬間に冷凍される重道。ラキオが釣られて嬉しかった。ラキオと重道が挨拶代わりに釣られてるの見て笑ってしまった。ねえなんで重道とラキオはコールドスリープされたの。ラキオと重道だから。重道とラキオだから飲み屋でとりあえずビールするようなもんだろう。ラキオ残すとややこしくなって面倒だからね。初手釣りがベター。インタールード。幕愛に節とのささやかなデート。普段は気を張っている節でもその間だけは表情が和らいでいて知らない面も多くとても良かったね。までは良かったんだが木の真ん中インタールードとするにはあまりにも進行先に重力場が押しかかってきていませんか。序盤節とのデート展開で節の可愛さにキュンキュンさせてからの高ハンド島の連続ループ。1クール目で集めた情報から誰がキーパーソンなのかに気づいて真実を暴きに行く。いやマジで面白すぎてたまらない展開。節イベント会だったけどゲーム本編でこんなイベントあったっけって感じですっかり忘れている。第2クールでそろそろいろいろ謎解きが始まりそうだけどマジで全然覚えてないので今後が楽しみだ。
3週間くらい前にゲームやり直してクリアしたばっかだから、映画館イベント記憶に新しかったな。映画館で寝てたことにはつながらないのか。原作だとククルシカの下りは節がいつの間にかやってたけど、アニメでそこ突き詰めていくのいいね。幾度のループで疲労した折れる節にユーリが気分転換を提案する。釣りや映画の2人の時間にほっこりです。守りたい節の笑顔。人狼ゲームでの心理戦から鍵ループ、ククルシカ、ユリコラの解決編に物語は移行し面白さが加速。引きつけられます。真相編突入ということで、ループに少なからず関わっているものに焦点が当たっていく感じ。節ヒロイン会なのでエッチだった。ファンだけど女性寄りだよね。次回ゆり子様会っぽいけど、例のあれがやっぱ楽しみやね。しかし2クールだと尺が潤沢すぎてどうなるやろね。新エンドやるんかな。イベントサーチ機能を使ってるっぽいのに数百ループしてるとは、説は人狼がうますぎる、もしくは下手すぎるかのどちらか極端なのか。一方で有利のイベント消化速度が速すぎると思ってたけど、話が変わってきた。終盤はゲーム履修済みの人も知らない宇宙になる。せつちゃんのデート会かと思いきや、後半一気に確信に迫ってきて心臓もたん立った。有利の推理が冴えすぎてて怖いくらい真相に近づいてく。ククルシカ、マナン節とかユリコ様の言葉とか、伏線回収の気持ちよさがやばい。よかった。2クール通しだ。2期は先でお預けかと思っていたので非常にありがたい。後半は一気に諸々の謎が解明されていくのだろう。いよいよレムナン、ククルシカ、そしてユリコ様の物語が動き出す。会議はそっちのけで鍵を満たすための情報集めが主となってきた。一番の関心事はククルシカは何者か。過去のあらゆる欠点や言動を総合すると、ある人物が浮かび上がる。一体何を語るのか。次回が待ち遠しいが、皆が幸せな世界線を見つけ出せるのか。こちらも気になるところだ。ずっと思ってたんすけどね。私らゲーム勢は結末知ってるからこの流れ知ってるとかこうなるんでしょうって分かってる風に主張してるけど、全く別の結末になったりびっくり展開とか、そんな伏線回収がってなる可能性もあるんだよな。ごくりという気持ちもある。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。